皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめまして、ヒーラーの花と申します。今日もよろしくお願いいたします。温かいコメント、チャンネル登録、グッドボタンで応援してくださり、とても励みになっております。本当にありがとうございます。今日はあなた様に訪れる人生の転機ということでリーディングしていきたいと思います。今日もこちらのかわいいドリームユアジョイオラクルカードを選択肢にしていきたいと思います。こちらですね、皆さんのエネルギーを読んでから、3枚選んでいきたいので、まずこちら広げていきます。そしてでは広げます。いきますね。じゃんじゃんタララララン。はい、広げました。ということで、はい、では皆さんのエネルギーを読んでいきますので送ってください。いきます。こっちかな、こっちかな、いきますね。はい、アメジストさん。はい、ヘマタイトさん。はい、ラブラドライトさんです。はい、こちらの3枚を選択肢にしていきたいと思います。はい、ダラララッタ、こんな感じで、こんな感じで、はい、では直感でクリスタルから選んでいただいてもよろしいですし、カードから選んでいただいてもよろしいかなと思います。で、1つしか選べない、2つ見ていただいてもいいですし、すべて見ていただいて必要なメッセージをお受け取りいただいてもよろしいかなと思います。とにかくご自身心地いいなと感じるメッセージをお受け取りいただけると私も嬉しいです。それではオープンしていきます。タラララララ、アメジストさんオープン。お、はい、こちら昨日も出ましたね。すごい、こんなにいっぱいカードがあるのに。はい、ではヘマタイトさん、タララララタン。はい、あーかわいい。はい、じゃあラブラドライトさんオープン。タラララ、あーこれもかわいい。はい、ということで今日はこちらの3枚でリーディングしていきます。それでは準備していきます。はい、それではアメジストさんを選んでくださった方のリーディングをしていきたいと思います。あなた様に訪れる人生の転機ということで、あなた様の特徴から見ていきますね。はい、では大天使オラクルカードで2枚もらっていきます。何かね、勝利を手にするというか、そういったところにいらっしゃる方も多いのかな。できます。そうですね、どちらかというとね、いつも目標を掲げて成し遂げていくというか、目標を掲げることが常日頃からされていること、結構思考優先なので、思考でいつも考えて、今日はこれをやってこれをやってというようなね、段取りがいいというのもそうですし、あなたにお仕事がねスムーズに進むためにいつも自分がやらなければというような思いが今入ってきています。結構ね、
責任感の強い方が多いのかなと思います。そしてそこにね喜びを感じていたりするということですね。今まさにその目標をこうクリアにというか、一つの目標も今到達して次の目標に向かっているという方もいるのかなと思いますね。ではあなた様の現状、今日はサイキックさんで見ていきますね。3枚ください。少しね、ベースのチャクラ逆位置できていて、体調を崩されたりとかねしてるんじゃないかなという、あんまりこう絶好調な感じがそうですね、全てこう逆で来てらっしゃるので、体調もねあまりよろしくないかなと思います。腰痛とかね、あとお腹が痛い方とかもいらっしゃるように入ってきますね。そうじゃないよという方であれば、結構こうお疲れな感じが入ってきます。内臓もね、冷たいもの、お酒結構飲んでるのかなという方もいらっしゃるのかな、飲んでないよという方であれば温かいものを飲んだ方がいいのかなっていうメッセージですね。内臓がお疲れということでございます。これもですので思考優勢なので、なかなかこう感情を大事にできてなかった方もいらっしゃる。その感情よりも頭で考えていること、例えば体が辛いと心が辛いと言っていても、頭ではできる、私ならまだできるといったようなところにいらっしゃる。もっと何かしないと成果が出せないというような言葉が降りてきますね。でこちらも、成し遂げたいものとかねやはりあるので、常にこうそれをお持ちで、恋愛であれ仕事であれ、人間関係であり、より良いものを手に入れるために常に頭で考えて行動していることに、少し限界を感じているというかね、ここまでしないといけないのかなみたいな、もうお仕事もね結構できる方なので任されたりとかしてね、ちょっと理不尽だなと思うことであっても、あなた様はいやそれは私ができるからだよねという感じでね、その理不尽さも心でちょっとこう嫌だなと感じることであってもね、思考では大丈夫大丈夫と言って前に進んでいる、そんな方が多いように感じますね。今ではこう人生においてね、どういう波がね来ているのか、どういうこう人生の流れが来ているのか、ちょっと見ていきますね。一旦ね立ち止まるところにいらっしゃる方も多いのかなと思うんですね。立ち止まれない、立ち止まると自分の居場所というか評価がなくなるというような、思いがあるようですね。お母さん、主婦業とかね、お母さん業もそうですよね。そういうふうに聞こえてくるんですけども、その、母とはとか、これくらいはやらなくてはとか、こういう母、こういう私がこれをしない、仕事でもこれをしないとしなければいけない、するのが普通だ
みたいなのが結構入ってくるんですね。みんなしてるじゃないかみたいなね。ただそれはあなた様のハートをね、ハートからの声ではないんですね。魂からの声ではない。無理しているところも無視をしている状態にいますよというカードです。流れがね、流れ、どんな転換期、あなた様の世界を作っていってくださいっていう転換期なんですね、今ね。好転する前ともいう感じも入ってくるんですけれども、とてもそのお疲れで自分の心に目を向けていなかったところが、体の不調にも及んできている、無理ができない状況にここから入っていく可能性もあるので、一旦立ち止まりましょうというメッセージなんですね。一旦やらなければいけないことってないというかね、そんなはずないよと思うと思うんですけども、自分の心が、最大限自分の心を最大限大事にしてくださいっていうメッセージなんですね。あなたの心、あなたが無理をすればするほど、あなたの周りはあなたにもっと無理をさせてきますよと、もっともっと苦労しなければ成果が得られないと思えば思うほど苦労があなた様にやってきますよというメッセージなんですね。これは引き寄せの法則でもね、そういうふうにエイブラハムとかね、バシャルとかいろんなその教えがあると思うんですけども、そういう方々も言ってるその教え、社会的な教えっていうんですかね、頑張らなければ何かを手にしてはいけないという思いを一旦手放す時期に来ていますよという転換期なんですね。頑張れば頑張るほど、頑張って成果を得る道と、ゆっくりリラックスしても同じ成果を得られる道っていうのはありまして、ゆっくりあなた様の魅力を発揮した状態で、エネルギーを発揮した状態で成果を得た方がですね、何倍も楽に何倍も素敵な結果が得られますよというメッセージがこちらのカードから来てますね。もっともっとあなた様は輝ける、もっともっと手にするものっていうのは大きくていいんですね。自分をね過小評価しないでください。あなたは、この地に降り立った時にすでに、すごくパワーを持って、価値がある存在で生まれてきたんですよというメッセージです。なんか頑張り屋さんあれなんですよね、無意識の頑張り屋さんっていうかね、頑張ることでしか、私たちって誰かを喜ばせたりね、頑張ることでしか自分の評価って認められないってどっかで思っているので、休むと罪悪感とか生まれると思うんですけれども、休んでくださいっていうメッセージが結構強いですね。この今日の選択肢のカードもね、あなた様をもっと甘くスイート、甘くあなた様をもっとね甘やかしてあげてくださいっていうメッセージなんですよね。もう頑張ってますよ十分っていう、頑張らないとってやっぱりどこかでね思ってるので、なかなかその思いって手放せないと思うんですけども、一旦立ち止まって、ゆっくりする自分っていうのを、見つけてみてほしいんですね。甘くしてくださいって自分に。
結果自分に甘くしてないから周りにも厳しくなったり子育ても厳しくなったりしてるっていうね、頑張らないと何も手に入らないんだよっていう教えになっちゃうっていうかね、そういう感じで入ってきますね。きっと子どもさんもね立派に育てたいという思いとかもある方もこちら見ている方多いのかなと思うんですけれども、それも含めてね結構子どもさんの感じがこちらのカードからも入ってきていて、そうだんだんね大人になると頑張らないとなんか手にしちゃいけないみたいな感じになっていくので、子どもさんもね、本当信じてあげるだけでねいいんですけども、そこがなかなかそんなこと言ってもって思うと思うので、最初はそこまで段階がいかないかもしれないんですけども、信じてあげるとかねそこまでいかないと思うんですけど、自分の心をね大事にしていくと、おのずと子どもの心もそうだよなと、叱って何になるんだろうみたいな気持ちになってくると思うんですよね。結果自分は一生懸命怒っているけれども、怒られた側の人っていうのは反発とかね抵抗しか生まれてこないので、というふうに今日結構育児のことっていうかね子育てのことも入ってきてますね。ですので全ての、人間関係もそうですし恋愛も、お仕事も全ての人間関係全ての人生において全てのことがね言えることでもあるんですよね。リラックスしてもう頑張りすぎていると頑張りすぎた結果がもっと頑張るようなことが来ていますっていう、では本来のあなた様がねこれからあなた様にこれから訪れる幸せということで本来なので、やっぱり自分の心にちょっと向き合うという意味もあるんですけども、今日はなんかアニマルさんが歌いたいそうなので2枚もらっていきますね。なんだろう、急にちょっと鼻水がそっかそっか。もうあなた様にはね結構知恵があるんですね。もうね頑張り屋さんなので資格たくさん取ってきてたりとかね、常に自分を奮い立たせてきたというか、これでもかこれでもかというような、感じが入ってくるんですよね、こちらのカードから。現状に満足できないというのともちょっと違う。現状の自分よりもっと高みを目指したいっていう思いが、とても入ってきていて、ですのであなた様の英知今まで学んだことっていうのはもうかなりあなた様に貯蓄されているんですよね。ですので本来のあなた様に帰ると、大切なものもっと見えてきますよと、大切なものって、じゃあローズオラクルでローズじゃない、はい、ローズじゃない、ムーンオラクルで見ていきますね。これから訪れる、本来のあなた様、受け取るもの、今まだそんなことないよって思われる方逆できたのでねあるかもしれないんですけれども、新しい世界を見たいと思っていらっしゃる、自分にもっと何かできるんじゃないかとずっと思ってたんじゃないですかね。あなた様にはねその力がもうあるんですね。例えば起業したいと思っている、
そうですね、こういったスピリチュアルなの活動も本当はもっと目指していきたいというかね、もっとやっていきたいと思っているがセーブをかけているという方もいらっしゃる。そしてその能力がとても高いという方、そうやってみてください。例えばこのオラクルカードとかもね、やってみるのいいと思います。すごくあなた様には素質がありますよという方がいらっしゃいますね。それでその新しい世界、見るためにというかね、その能力、あと何ありますか。会社員であってもね、その目指す職位というのはおのずと手には入ってきます。ただあなた様がもっと楽にもっと自由に、生きていきたいという思いがこちらのカード2枚から入ってきているんですね。自分の人生っていうのは、このままでいいのかなっていう、もっと新しい扉を開きたい、もっと私に何かできることがあるんじゃないかという思いが結構強く入ってきているので、金銭的にね、厳しいという方もいらっしゃるかもしれない。急にね副業で何か始めてみられたりとかねするのはいいのかなと思います。結構ね、あなた様があなた様のハートを大事にすることによってあなた様の人生は、大きな幸運、大きな幸せをつかんでいかれますっていうメッセージなんですよね。何かしたいこと、結構宇宙のね話とかもお好きなんじゃないかなと思っています。そういう、宇宙から味方されてるようなね、恐れがある時は何の行動もしなくてもいいんですよね。やっぱり自分のね心を整えるというかね、癒すことの方が先ですので、自分の心をどれだけ自分が好きなものに囲まれてリラックスしているかがまずは大事になってきます。そのリラックスしているうちにですね、瞑想を始めてみようって思ったりとかね、例えば直感で何かしてみよう、変わりたいって思った時に何か直感が降りてきたものを実践してみてくださいというメッセージです。それは人によってやっぱり違いますので、温泉行きたい方もいれば、エステ行きたい方もいれば、整体行ったり、いろんな飲みに行くのが好きな方はそれでもいいと思いますし、いろんな自分のね、自分が自分を癒す方法っていうのを知ってらっしゃると思うんです。ただ結構お友達とかとね、そういうお話してしまうと結構同じ友達だと思っていたりとか同僚だと思っていても、周波数が少しずつ変わってきてらっしゃるので、あなた様話が少し合わなくなってきたりとかねしているところにいらっしゃる方もいるんですね。ですので、例えばもっとこうしたいんだよねって一言言ったことでもお互い意見がというか思ってることが違ってきたりしてますね。ですので結構人といるよりも、自分と向き合うというような、自分を甘やかす、というところにいらっしゃると、もっともっと自分って甘えた状態でというかね、人から見たらどう思われるかよりも自分が自分を優しくしていることっていうのに注目してくださいっていうメッセージですよね。そうはい、ということで次はじゃあどうしようかな。なんかね、天気はじゃあいつもろ訪れていきますかということでね、天気何で見ますか。はい、じゃあこちら、亡くなられた方とかね、ご先祖様からのメッセージもらう時のカードなんですけども、2枚もらいます。そっか、すごいな。今ね、例えば自分の心に目をやりましょう、感情をね大切に扱って一つ一つ出てきて、例えば食べたくなくても食べてたりとかね、
やりたくなくてもやってたりとか、誰かをね喜ばせたりするために掃除するとか、例えばね自分のその動いてくる衝動とか、今日これやってみようみたいなこう衝動みたいなのが起きる行動っていうのをぜひ目指してほしくてですね、そのためにはやはり自分の心を一旦無にするというかね、瞑想までは難しくてもぼーっとこうエアコンの音だけ聞いて5分過ごしてみるとか、その朝その自分の思考を止める、夜も思考を止める、その作業って言ったらちょっとあれですけど、その行動をちょっとやってみてくださいと。そして自分がねこの地に生まれてきたって本当幸せなことだよねみたいな感覚を得る時が来るそうです。そして自分ってすごくハッピーな自分に生まれてきたことがとても幸せだと感じた時にですね、自分が求めていたピースがはまるような、日が来るそうです。それが幸運のこれやってみたかったんだ本当はとかね、ここ行ってみたかったんだ本当はとか、そういう今まであまり頭で考えたパッて浮かんで忘れていたものがよみがえってくるそうです。それが転機になるということなので、今一度というかね自分の心に、私本当はなんかやりたいことあったよねみたいな、ところを感じてみてほしいそうですね。やりたいことあったよね本当は。なんか根底にある自分の優しさから溢れ出ているところのやりたいことが出てくるそうです。それが結構ね、その手作業とかね、なんか作るの好きな方もいらっしゃるのかなとか、陶芸とか、そうです。手使うものが結構好きな方がいるのか、やってみたいって思うこと、絵描いたりね、なんか芸術的な方もいらっしゃるのかなと思うんですよね。意外とね社会にはまって生きていかないといけないと思ってたところからの脱皮というような感じにきますね。そうすることによってね仕事なんかおのずとね道ができてくるそうです。今まではねまさかこんな道に来るとはとかね、どっかで頭ではそう思ってた。でも心のそのあなた様の魂自体は違う道の方があなた様に合っているということを何とか教えてくれてると思うんですよね。その自分の心に従う時期に来ているという、これ結構お仕事で入ってきてますね。じゃあ次にお金、もちろんねお金使えばなくなるっていう思い皆さんあると思うんですけども、今お財布にある額に感謝をするというかね、これしかないと思ったらこれしかないっていう感情で全てが物事起こっていきますよと教えてきてくれています。あと様ここからねその自分の心がね求めていることに気づいていくとかなりハッピーなこと起こってくるので、急に臨時収入が増えたりね、その
お金のためって思ってるよりも、あなた様が心で動いたことがあなた様に幸せを呼んでくるというふうにね、素敵なカード出てますね。そうなので結構今まで、その評価を得るためにお金のために、頑張っていた部分をですね、少しだけ心のため、自分の心のためにね、気持ちを移していってくださいと。これは人間関係ね。そう、人間関係もあなた様には、とてもね素敵な今まで頑張ったこともあって、その頑張りっていうのももちろん無駄ではなくて、あなた様のねその人間性っていうのを皆さん認めていらっしゃるので、こちらのカードもね、わかりますかね、ザクザクお金が入ってくるゴールドなんですね。人間関係もあなた様はとても豊かにこれからさらに引きつけていきますよと。あなた様に必要な人間関係というのはあなた様の、心一つでみんながこう集結してあなた様を助けてくれるような行動が起こってきますというふうに伝えてきてくれています。すごい。そしたら恋愛、かわいいチャイルドね。なんかお子さんをね、もう一人望んでいた方もいるのかな。もう一人今いらっしゃる、もうすでにいらっしゃる方もいると思うし、いない方もいるかもしれないんですけど、結構2人目欲しかった方も、タイムリミットとかね考えてらっしゃった方も、あなた様の心が望めばね、お子様も生まれたり、そして年齢的にという方であれば、そのメッセージ全てが子どもの時からの夢とか、子どもの時からのやりたかったこととか、結構遡っていくと、こういうの好きだったなっていうピースがはまっていかれるそうです。例えばね、私であればなんかいろんなところに旅行行きたかったみたいで、そうツアーコンダクターになりたかったらしいんですよね。それがでも今でも夢なので、とかね、例えばほんとちっちゃい時からの夢を思い出したりとかね、制限なく一度考えてみることによって、なんていうんですかね、今言ってるやりたいこととかも恋愛とか全く別だと思うんですけど、自分が抵抗のないところでいろいろね考えていった先に、今の自分が受け入れられる、抵抗のない受け入れられるものをこれ意味あるのかなって思いながらやっていくことによって、本当のゴールってつかめるっていうねことを今日教えてきてくれていて、子供さん欲しくて妊活って言ってるよりは、昔やりたかったことを絵描いてみたりとかやってるうちに、急に女性的にねホルモン的に良くなって、体調も良くなって子供が授かったりすることもあるし、精神的にちょっとうつ的だなって思ってた方も、その絵を描いたりとかすることで逆にセラピーになって、全ての人生全ての今までなんかうまくいってないなっていうところが整っていくよということを伝えてきてくれているんですね。そっか。じゃああなた様はこの先叶える夢ということで、必ず叶える夢見ていきますね。めっちゃバラ咲きますね。結構先ほどからね、占い師みたいなのとかもね向いているっていうかね、これリーディングとかももちろん向いてるし、叶う夢、結構お子さん欲しい方はお子さんもいるし、
占い師もそうだし、あなた様が自分の心をね一番大事にできる時期が来ると、その時に、旅行グランドキャニオンとか行きたいですかね。結構ね険しい山登ってみたい方もいる。本当の仕事の山登りじゃなくて山登りたい方もいるのかな。登山してみたりとかねもあるし、グランドキャニオンが見えてるな。そういう険しい山のあるところ、アンコールワットとかインドとか、行きたいところに行けますね。まずね旅行的には。あと人生での叶える夢、様が必ず叶える夢。お仕事的には会社でトップ2っていうかね副社長みたいな方もいらっしゃる。そこまで上り詰めていく方もいらっしゃるでしょうし、ただ今までのやり方と違った、こうリラックスしたこう何が何でもって思わなかったことで逆に周りの方からのね信頼が厚くなって、昇格していくという方もいらっしゃるそうです。一旦本当に手放すっていうことがね、すごく今回のリーディングで高次元が伝えてきてくれていることでして、その何が何でもっていうその思いを手放すことによってあなた様の叶えられる夢っていうのは仕事でも恋愛でも結構ね受け取り下手っていうのが出ているので、先ほどもね子供さんもそうなんですけども、自分も子供のようになりたいくらいこうよしよししてほしいけれども、どちらかというと女性性がこう少なめでバリバリ頑張ってた方がご覧になっているようで、一人で何とかしないととかね頑張らないととか、外では鎧をつけてるので、お相手様にもね鎧をつけていたりするので、なかなかね受け取るということができていなかった方がご覧になっている。ここからは、受け取って甘える恋愛になっていきますよと。そのためにもあなた様は今自分の心をね、本当に甘やかす、自分の心に赤ちゃんを扱うように一つ一つあなた様の、心を大事に扱う、本当はどう思ってたのとかね、本当はどうしたいのとか聞いてあげてくださいねっていうふうに来てますね。そうすることで叶えられる夢っていうのはその恋愛でももちろん今現在あんまり思わしくない方もいるかもしれないんですけど、受け取るということに意識してください。意識してみてください。受け取ることというふうに伝えてきてくれてますね。すごい。そしたら開運するためにしたらいいことね。1枚もらっていこうか。ねえ、とにかく休んでください。遊び心ですね。その遊び心があなた様を、宇宙とつなげてくれますよと。あなた様って本当は自分自身をね、皆さんにいるんですけども導きが結構本当強い方なんですね。ですのでそういった能力というかね直感力とかも優れていて、そう感じるんじゃないですからね。だって宇宙からのね導きというか今まで振り返ればね結構こう良かったなとかね、結構辛いところもあったけども実際は振り返れば全てうまくいってたよねっていうのをね感じられるんじゃないかなと。守ってる存在が大きいですし、ですのでもっと自分を楽しませる、もっと何したら楽しいのかなと自分にね問いかけてあげてくださいね。自分が楽しくないと周りにもねなんかこう
自分はこんなに頑張ってるのにってなってしまうよということを今日メッセージ下ろしてきてくれていますね。ですので開運するっていうのは本当好きなもの、さっきとちょっと体調のためには温かいものを飲んでなんですけど、そうまあ体調悪い方はね本当に温かいものを飲んだり、そのご自分のね思う範囲での食べ物とかね気をつけていただきたいと思うんですけども、例えばね年齢関係なくウェディングドレス着たいと思ったら別に相手いなくても撮影に行ってみるとか、ドレスウェディングじゃなくてもねドレス着てみるとか、私が今それ一番したいことなんですけど、とか海でねこうハワイに一人で行ってみるとかね、こう一人って結構なんかできないって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実際はあなた様いたら隣にね自分を守ってくれる存在、自分の心がもう一人いるんですよ。その2人が、自分との統合っていうかね、自分が自分との魂とつながっていると寂しくなくなるんですよ、不思議とっていうねことも伝えてきてくれている。だからこう相手から愛をもらおうとする受け取るではなくて、相手が差し出したものは受け取りますけれども、差し出してくれた愛は受け取りますけれども、実は、女性性が枯渇している時っていうのは相手からの愛も受け取れない状態にいるということも伝えてきてくれています。そう開運はねとにかく、好きなことをダンスするならする、泳ぐ、スキューバダイビングしてみる、海に行くとかも、散歩するでもね、あんまり大きくあれですね言ったらそんなのできないよってなっちゃうかもしれない。普通に散歩するだけ、朝日を見てね散歩するだけでもいいのかなと思いますね。でもとにかくあなた様が心地いいと思うことを実践してみるというのが一番大事ですので、無理に朝起きて何としてでも朝日を見ないととかそういうのではなくてね、とにかく自分を大事にするっていうところにね、とにかくアメジストさんを選んでくださった方もう いっぱい頑張りました。なのでここからの時間、ここからの人生は自分を甘やかしてください。よしよしです。本当に頑張ったね。あなた自分の心、結構私自分で生きづらかったので思ってるんですけど、今まで自分の心の声を聞いてあげなくてごめんねって思うんですよね。そこをこう気づけただけで今日のこのリーディング良かったのかなって思うんですよね。自分の心の声を一つ一つ丁寧に扱うことで今ある現実っていうのは変わります。人生の転換期ね、大きく変わっていく時って、じゃあ日付っていうかね、転換期すぎてちょっと10月とかね、結構10月大きく変わって、こう何ですかね、本当に今の状態心の声聞いたりとかせずね、無理していくと10月に大きなストップが入るというか、私で言えば健康を害して仕事を辞めたりとかしたことあるんですけども、そういう状態に入っていくので、その前に自分の心をね整えてあげましょうっていうことですね。ちょっと遠くなってしまうので、うっすら頭に残ってれば嬉しいんですけど、10月頃にこのまま行くとね、そのストップみたいなのが入りますよと、そして2月に新しい道が開けていきますよというふうに伝えてきてくれています。ですので10月までにね、自分の心をよく観察するというかね、一つ一つ本当に丁寧に楽しませてあげていくと、全然変わった未来が見えてきますよというふうに伝えてきてくれているので、じゃあその変わった未来を見るためにはね、いや12月めっちゃハッピーになりますよ。そう12月って大きな転換期、恋愛もですけどお金持ってきてますね。これはで仕事は3月もいいんですね。ですので3月
副業始めてみたりしたら一番成果出るのも3月かなと思いますしね、今3月ですけど、今月から動いていくっていうのがすごくいいのかな。3っていうのがすごくいいメッセージ、天気っていう風に来てますもんね。来年の3月までにというかね、焦らずともね、何か行動を起こしてみたい方は起こした方がスムーズに楽に楽しく生きれるルートが用意されますということでございます。はい、ということで天気、行動ね、楽しむことをまず忘れずに、私これ楽しめてるかな、私これ幸せかな、心地いいのかな、いつも問いかけてあげるあなた様でいてほしいなと思います。はい、それでは本日アメジストさんを選んでくださった方のリーディング以上でございます。今日もなんかすごく言葉が降ってきたのでちょっと早口だったような気がします。はい、何かね少しでもお役に立てることがあればなと思います。今日も皆さんにねたくさんの愛と光が降り注いでおります。安心して、あなたは宇宙に守られています。安心してね、お楽しみというかお過ごしいただければなと思います。今日もね最後までご視聴いただいてご覧いただいて本当にありがとうございます。また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。ありがとうございました。花でした。はい、それではヘマタイトさんを選んでくださった方のリーディングしていきたいと思います。今日はあなた様に訪れる人生の転機ということでリーディングしていきます。まずはあなた様の特徴を大天使オラクルカードもう一回お願いします。で特徴を見ていきますね。じゃん。もう一枚ください。読んでいきます。結構ね勉強熱心でねインプットがお好きな方が多いんですかね。結構こう一個に決めたらもう一個それに突き進むというようなねところがあるのかなって思いますね。かと思えば急にね羽をつけたようにどこかに飛んでいきたくなったりとかねする方もいらっしゃる。運動もねやり始めたらもうすごいストイックにこう絞るとかねそんな感じで入ってきますね。なんか今日はお洋服がね結構好きな方とかね、いらっしゃるような。お洋服ピンクが好きなのかな。お洋服に興味があるっていう風にも入ってきますけど、結構ラッキーカラーがピンクだったりしますね。その自分の色気っていうかね結構男性性強めな方が多いのかなと思って入ってきて、ピンクとかね下着だけでもピンクとか入れた方が、開運していきますよみたいに聞こえてきております。はい、ではあなた様の現状ね。現状はサイキックさんが教えてくださいますね。今日はタンタン、はい、3枚もらいます。こちらの方は結構恋愛で入ってきてるな。はい、読んでいきますね。
そうなんか、すれ違ってしまったことがあるというふうに入ってきますね。お付き合いしたいと思っていた方がいれば、お付き合いまでほぼお付き合いすると決まっていたのに、なぜか流れたとかね、そうお仕事もパートナーが決まっていたのになぜか流れたとか、なぜか心を痛めるような現状があると入ってきています。結構恋愛で入ってきていますが、そうですね、お仕事のパートナーという方もいらっしゃるかなと思います。あと転職しようと思ってたけれども流れた、なぜか採用される本当は予定だったと思うんですけど、なぜか違う人になっちゃったみたいなのも入ってくるので、あとはね、三角関係、そういう何ですかね、複雑さんで悩んでる関係の方もいらっしゃるというふうにありますね。結構心がねお寂しいというような、感じですね。はい、現状。そう現状はそうですね。はい、では、あなた様のそれでは特徴現状、本来のあなた様がじゃあこれ本来のあなた様に訪れる、これから訪れる幸せを見ていこうかな。じゃあ教えてくれますか。まずその恋愛か、仕事かちょっと見てみようかな。スフィーちゃんがで2枚でちょっと見ていきますね。やっぱりそうやって入ってきますもんね。なんか決まりかけていたものが、これは人生のギフトじゃないかと思うようなことが一旦停止しているもんですね。本命だった仕事が決まらず次の職種になったとか、職種っていうか会社になったとかもそうなのかなと思うんですけど、なぜか一旦喜ぶような出来事があってからのっていうようなことがあったというふうに入ってくるんですよね。それは恋愛でもお仕事でもと来ているので、皆さんお受け取り、いろんな状況の方がねご覧になっていると思うのでお受け取りいただきたいなと思うんですけども、それに置き換えてね聞いていただきたいなと思うんですけれども、じゃあ本来のあなた様がね受け取る、訪れる、あなた様に訪れる幸せ、これまた先ほども出たな、すごいな。今どんな転換期、こちらのカードとね、こちらのカード先ほども出たな、すごいな。そうあなたさんもアメジストさんを選んでくださった方とちょっと似てるかもしれないんですけど、今瞑想期ですね。どっちかっていうと迷いの時期、ですね、こちらの方はね。頑張って何かを成し遂げていく自分も大事だけど、
心も大事にしていきたいというね、そう恋愛もですね、今の方とね、進んでいけばいいのか、もっと他にいい人いるんじゃないかと思うとかもそうですね。仕事もそうですね、今までの仕事のやり方では自分がちょっと自分らしく生きてないんじゃないかというような迷走期にあるというふうに伝えてきてくれています。そうですね。じゃあこれからね、どんな天気っていうかね、お仕事とかお金、お仕事、人間関係、恋愛でちょっと見ていこうかな。今日はラビットちゃんを使ってます。まずお金。お金をあんまり望んでないですかね。私はそんなに受け取れないというかね、受け取ってくださいって来てますよ。お金流れがね、お金受け取ってくださいって来てるので受け取りましょうか。受け取り拒否されてるんですかね。結構あれですもんね。だからこうなんて言うんだろうな。そっかそっか。職業がね、多分自分で望んで入ったりとかして収入面もすごくいいのに、良かったりしてね、何の不満もないんだけど心が満たされていないという方が多いってことですね。そういうふうに入ってきてますね。ですので、結構ねこの時代が変わってきたこともあって、今までの自分だと考えつかないようなねことが考える。はい、それではピンポンが鳴ってしまいまして途中で切れてしまいましたが、今までのご自分ですと考えつかなかったようなことを考えられるようになったというところまででしたよね。不満がないわけではないと思うんですけれども、どちらかというとお金、仕事、こういうもんだよねみたいな、少し理不尽なことがあっても、会社ってこんな感じだよねということで流せたものが流せなくなったというような、心がなんだかちょっと違うって言ってるような気がするというような感じを受けているということですね。お金、仕事でもう一枚もらいますね。そうですね、同じような感じなんですけど、今までは嫌いじゃなかったというかね、その仕事も自分に向いていたと思っていた方もいらっしゃるだろうし、転職をね何度かしている中でも、このままの状態でこの仕事でいいのかななんて感じていらっしゃった方もですね、少し迷いがね、この人生でいいのかなとかこの仕事でいいのかなというかね、迷いが生じる時期にいらっしゃるということですね。そしてその人間関係、そっか、人間関係はちょっと崩れ気味なんですね。その職場には問題ないけど、人間関係で職場っていうか仕事内容は、良くても人間関係でという方もいらっしゃるんですね。
ここに1枚もらおうかな。人間関係でね、あ、これでいい。そうですね。あなた様の心がねハッピーなのがこの人生にとって一番大事なので、その人間関係は、今お辛いですよね。そのお辛いその人間関係、結構強い当たりがある方であれば、迷うほどの転職を考える迷うほどの方であれば、ご自分の心に従って一旦転職を考えるのもありですよというふうに伝えてきてくれています。ただ、このお仕事が好きでね、金銭的にもこのままなんとか頑張っていきたいと思っている方であれば、お相手様がね、その厳しくされるお相手様を、がどういう状態の方だったらいいのかっていうのを逆にイメージしてみる。急に明日からこうあの人は私に優しくしてくれるみたいな暗示じゃないですけど、その思い描いてる、もともとそんなに悪い関係じゃなかった方であれば、最初から悪い方もいらっしゃったように感じますが、どうしてもなんか合わないという方もいらっしゃったように感じるんですけども、目に入るとかね、何か態度が気になるとかねっていう方もいらっしゃると思うんですけども、なんとか最初の状態、この方がいい状態だったらどうなのかなっていうのをイメージして寝てみるっていうのも教えてくれてますね。ただ、結構こういう人間関係の迷いが生じている時っていうのは、あなた様自身の転換期、変わる時期とかね、好転する前だったりもするので、少しねそうしたりとか、自分が無になって自分の本当の魂の声というかね、心の声、もう一人の自分の声というか、内なる声、インナーボイスを聞いてみるっていうのがすごく大事ですよと高次元が伝えてきてくれているんですね。恋愛、結構恋愛もですかね、ツインさんみたいな方と出会っているんだなっていうのがありますね。これはあなた様をねガイドしてくれるような存在との出会いもあります。もしも出会っている方であれば、そのことによって自分の人生が180度変わるような体験をされている。今までの仕事で良かったんだけれども、なんだか心が満たされないところに注目するようになったというような、先ほど言った、自分の心を取り戻していくところにいらっしゃる。ですので本当に転職というか仕事を今までバリバリしていた人であればあるほど手放したくなるというかね、その職業を。そしてなんか2人でね、その魂が望む、未来のあるべき姿というか、2人でそういう姿に進んでいってらっしゃる方もいるのかなと思いますね。ツインじゃなくてもソウルメイトでもね、自分にやっぱりガイドする存在っていうのは、こういう迷ってる時期に迷わせてくるというかね、そういう本当のあなた様って
毎日その楽しくね過ごすにはどうしたらいいんですかっていう問いかけで来ているというかね、そういう方もいらっしゃるのかなって思いますね。今ね少し心を痛めていらっしゃる方もここから好転していく兆し、そのために迷いが生じているというところを今日教えてきてくれているのかなと思います。ではあなた様が必ず叶える未来ということ、夢ということでちょっと見ていきますね。夢、こちらです。ローズオラクルさんで2枚もらえますね。やっぱり雨上がりっていうのが結構強くて、こうなんて言うんだろう、明けない雨はない、晴れない夜はない、あれなんだっけなんかちょっと出てこない。今そのちょっと苦しい時期をね迎えているのは、ここから再度幸せになっていくためなんですね。あなた様がお相手様に守られた状態で幸せになっていく姿が浮かんでいます。ですのでガイドが来ている、まだちょっと雪が降ってね寒い感じ、お辛い時期かもしれないです。ただ今これから出会って、守られた状態で守られてるな、愛されてるなと感じるような、恋愛人間関係がやってくるそうです。人間関係もですね。ですので今ねここにある、ここだけ今この現実だけ見るとすごく苦しくてもですね、ここから転換していく前なんだなっていうことを気づいていただきたいということですね。そこ自分がどん底だと思えば思うほどそれ以上の幸せっていうのがね待っている。ネガティブな感情とかはそういうことでこうドンって落ちた時に本当はこうなりたいっていう声をお空に宇宙に届けて、自分がそれを叶えていくために今人生動いているということですね。なんかねお子さん望んでいる方であれば本当に今お子さん入ってくる時期でもあるし、妊娠も今目に見えてなくても妊娠されている方もいるんですよね。結婚という形であればそういうとか同性であってもね、自分が守られていると感じるような、お相手様、いつもねあなた様を優先してくださるというかね、愛してくださる、あなたが望んだ関係が来るということです。そうですね、恋愛に関してはですので今結構恋愛で最初入ってきたのでね恋愛で見てますけれども、人間関係もちょっと苦しかった。お仕事の転換でいくとなんか結構お水飲んだ方がいいですね。なんかこう細胞同士のそのチューニングっていうんですかね。お水飲んでみてください。その中でやっていけること。不動産業とかね好きなの方もいるのかな。売買みたいなのが聞こえてくるんですけども、何かね起業されたい方であればその分野向いてますよというふうに来てますね。そしてあなた様こう頭もいいですし底抜けに明るくてね人々を引きつける力があるということで、そんなことないよという方であれば本来のあなた様ってそういう人を引きつける力がねすごくあるので、
とても守られて愛されている方なんですね。ですのでそれをそれを使ったといえば変なんですけど、今そんなことなくてもですね、何かの代表になったりとかね、あとそういう自分で異業種交流会立ち上げたりとか、そういう交流会を立ち上げたりとか、自分が好きな分野で何かを立ち上げるってきてますね。理想とするね、例えばこういう風になってみたいなっていう人をちょっと研究してみるとかもいいと思いますね。お仕事で行けばそういうことを、そしてそれがね叶っていくんだそうです。その自分が望んでいる、コミュニティ作りだったりとか、会社、そういう力があなた様にはもう備わっていますよと、前世でもねそういう取りまとめというかリーダーさんだったということもあって、結構そういう今してない方でもね、何かこれから少し目を、自分の可能性ですね、可能性を探ってみるっていうことですねをすることによって、あなた様の願いは叶っていきますということですね。そう、雨上がり、もう今ここ虹出てきているので、ここから幸せになっていきますよと。今までの頑張りもね決して無駄じゃなくて、結構ハスの葉って下でね頑張ってるっていうかね、そういう方に出るんですけども、もう花開いているので、もっとあなた様の人生花開けるんですよということを教えてきてくれてるんですよね。すごい。じゃあどうしたら開運ね、ここからね開運していくのかちょっと見ていきましょうね。やっぱり一旦立ち止まってね見てみる、自分の心の声っていうのがいかに今まで聞いてあげれてなかったかっていうことを教えてきてくれていて、あなた様どんな花にもなれると、どんな可能性も秘めていて、やりたいことがいくつかあるの中でどの花も咲かせられると、結構器用な方も多いんですね。一つに絞る必要もないですよっていうふうにも来ているので、そうすることによって恋愛もモテ期の、そう昨日もモテ期の方がいたんですけど、そういえばこの方も2人くらいガイドさんの他に、何よりやっぱりご自分のね心を大切にされている方って魅力的なんですよね。ですのでなんだろう、頑張ったら相手に好かれるとかね、こうやってやったから好かれるとか、そういう頭で考えているよりも心が自分の愛で満たされていて自由な感じっていうのがモテ期に入っていくとも伝えてきてくれていますね。もともとね花のある方なので、ここからね自分の花もっともっと咲かせていきましょうっていうことでもありますね。そうそう、もうガイドさんも現れてくるので、一緒に起業される方とかね、事業したいって思ってる方もそうなっていくって伝えてきてくれているので、特にねお仕事面で悩んでいた方、恋愛面で悩んでいた方は自分の心、無になる時間、瞑想する時間、朝晩ね5分でも、何も考えないって難しくてやらないといつも頭って考えてるんですよね。次これやって次これやってってね。それを一旦やっぱり止めてみるのを大事にされてくださいということでございました。途中ピンポンになったりして申し訳ございませんでした。それでは何か少しでも
お役に最後にもう一枚ご先祖様からメッセージを出したいそうです。そうですね。なんかこう自分って一人って思うかもしれないんですけども、時には家族がいてももちろん一人だと感じる時もありますし、あるでしょうし、仕事をしていてもパートナーがいなければなおさらそううまくいってなければなおさらそう感じるかもしれないんですけども、決してあなたは一人じゃないんですよと、ご自分のね心に目を向けてみると、あなたはいろんな人に守られて今まで生きてきました。あなたには、その守られる価値もあるし、周りにねたくさんの人がいるんですよと。お野菜一つとってもね、スーパーに並んでるもの一つとっても誰かの手がかかっていなければ、自分のところに届いていないということは、あなたはいろんな方に支えられているんだということを、気づいてほしいそうです。そしてそのいろいろな方と関わっていく中で、感謝するようになっていくことで、あなた様のその心、今ここにあるというところに気づいていった時に、あなた様がここからモテ期も来ますし、お仕事の転機も迎えることになった時に、あなた様があなた様自身とつながっていく、その宇宙視点のあなた様、ハイヤーセルフと自分の心が同じ行動をとっていた時に、あなた様はその収入面でのその安定のお仕事であっても、輝いていけますし、自分自身の心を大切にした上で違う仕事職種が現れたとしても、輝いていける。どちらの選択をしてもあなた様は成功いたしますと。あなたの今思っている夢、地球一周、世界一周でも叶っていくんですよと。やりたいと思うことは叶っていくんですよと。宇宙に行きたい、それも叶えますよと。宇宙に行きたいんですか？世界一周と宇宙が入ってきましたね。もう本当にね言ってる方もいらっしゃるのでね、なんか制限なく考えてっていうことを伝えてきてくれてるんですけども、こう、こちらのカードもねそういう感じですね。制限なく考えた先にある夢が叶っていきますっていうねカードですので、素敵なここから人生が待っていると思いますので、じゃあ最後になんか時期いつ転換していくのか、ちょっと時期を見て終わります。13、この方も12週間後、13週間後、12月、なんか6月に結構大きな入れ替えみたいなのがありますね。人間関係かもしれないですね。これは出会いもありますね。それこそガイドともう会ってる人もいれば、6月にあなたを導いてくれる、それはパートナー、仕事かもしれないし恋愛かもしれない、導いてくれる人が出てきますね。もう一枚ください。2月に何か大きなタイトルみたいなのを取るってきてるので、自分のご褒美という目指すものが叶っていくというふうに来ているので、ここから1年後のあなた様っていうのはかなり輝いているんじゃないかなっていうのが伝わってきます。
12月にご結婚されている方もいらっしゃるかもしれないですね。入籍したりとかですね。はい。ということで、ここから1年先っていうのは本当に何か自分が目指していったものを手にしていると思いますので、まずはご自分のね、心を、辛い方は休む、自分への自己投資ですよね。寝るっていうのも大事ですし、ぐっすり寝るのも大事ですけど、昼寝できる時は昼寝したりね、いろいろこうして何が自分でね、その心の温かさとか自分の愛を感じられるのかっていうのを試してみるっていうかね、いろんなタイプの方がいると思うので、自分を愛するにも花を飾って嬉しい人もいれば、温泉入って嬉しい人もいるしとかね、自分に合う自分を愛するという方法でいろいろ、いろいろというか、一日一日ね、自分の感情を粗末にしないように、それをやっていくと、私自分の声こんなに聞いてなかったんだっていうことにも気づいていかれるそうなので、それの先にね、自分の声をよく聞くようになると、自分をね、本当に愛していくと、一人でいるっていう感覚でもなくなるっていうか、二人でいるっていうかね、あんまり一人が寂しくなくなるっていうのが不思議かもしれないんですけど、そういうこともあるのでね、その先で愛が溢れている者同士がというかね、自分の愛で溢れている者同士が恋愛していくっていうのがすごくいいパートナーシップにもなっていくので、その溢れたところの愛で結婚もされていくと、その先もね、すごく幸せな人生となっていくので、なんかロマンス1枚引いてって言ってるね。そうすごくあれです。過去世からね、つながってる素敵な方とここからの恋愛が始まっていく。もうすでに実は今もう出会ってるけどサイレントとかね、離れている復縁希望の方も素敵な、恋愛パートナーシップとなっていきますよと言っています。6月にね、動いてきてくれる方、12月にそしてご結婚とかね、思い描いているこう形となっていく一つのけじめというか、絆の強さが分かる出来事があると伝えてきてくれています。ということで、ヘマタイトさんを選んでくださった方のリーディング以上でございました。何か少しでもお役に立てればと思います。今日も皆さんにね、たくさんの愛と光が降り注いでいます。安心してここからの時間もお過ごしいただければなと思います。また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。最後までご視聴ご覧いただきありがとうございました。花でした。はい、それではラブラドライトさんを選んでくださった方のリーディングをしていきたいと思います。あなた様に訪れる人生の転機ということで、あなた様のまず特徴からですね、見ていきますね。こちら大天使オラクルカード2枚もらっていきます。とてもお綺麗な方ですね。どちらかというとスピリチュアル能力、こういったスピリチュアル、目に見えないことも好きな方が多いんですね。お綺麗な方、髪が長い方が多いかなというふうにも入ってきますが、全ての方ではないかもしれないですけれども、結構美容とかにね気を使っていたりとか、外見にはねかなり気を配っている方が多いのかなと思いますね。その中で結構外見が良ければなんとかなるじゃないですけど、
周りの方に結構ねこうよくされることが多かったこと多い方が多い結構ちやほやっていう言葉が来ているので、表になる感じもあるしね、素敵な感じなのが伝わってきますね。結構このカードもねスピリチュアル色が今日強いというか、幸運をいろんな意味での幸運を持ってらっしゃる方がご覧になっている。ただその幸運を気づけていない方もいらっしゃるとも入ってきますね。結構色気とかね、そのセクシーさとか見た目というのが強く入ってくるので、そこから読み解いてメッセージもらっていきますね。はい、あなた様の現状、サイキックさんで今日3枚もらいます。はい、もう2枚ください。はい、もう1枚ください。結構こちらの方は複雑な恋愛をされている方がご覧になっているのかなと思います。もうすでにご家族がいらっしゃる方、いた方、そうですね。こうパートナーがいながらにして、婚姻関係がありながらにして別なパートナーがいらっしゃる方とかが多く見ているのかな。ちょっと家族には悪いなと思っているような感じが入ってきますね、今日は。ただそのあなた様は魅力的なのもあるし、その一つの家庭を持つというかね、子供も大事ですし、外からの世界から見ると、ご離婚という決断も難しい方だと思うんですよね。でもう一人パートナーがいることで自分のバランスをとっているというふうに今日は入ってきます。ですので結構恋愛色が強い方がご覧になってますね。お仕事も、結構こう恋愛でパワーを出してるというような、そのことでこうバランス取っているというか、いつも恋してたいっていう感じもあるんですかね。女性でいたいっていう思いとかね、そうですね、結構そういうのが入ってきますね。違うよっていう方であれば他の選択肢の方が良いのかな、見ていただいた方が良いのかなっていうのもありますし、お仕事であっても周りの方に支えられているんだけれども、チームワーク、会社の方とそういう関係の方もいらっしゃるですね。チームワーク、と恋愛もチームワークみたいな、とても不思議な感覚が私に入ってきます。決してね、でもあなたでも本当はそのいろんな方というかね、その恋、複雑な恋愛を実際望んでいるわけではないんですよね。
そのことによって苦しいこと、バランス取れないことも実際にあったりとかしてはいるんだけれども、女性でいたいんですね。女性、男性、認められたい誰かにということが結構入ってきます。お仕事でもね、そのチームワークの上で自分が認められていくっていうのが大事ですね。大事なので、とにかく誰かに認めてもらえてない、認めてもらうことで評価を得ていることでの自分っていうのが大事だというふうに入ってきていますね。で、今の状況がそういう状況ですのでね、そこからじゃあ読み解いてリーディングしていこうか。はい、ということで、じゃあここからね、人生のあなた様の人生で訪れる幸せ、結構こう痛いっていうかね、痛い思いをしたいというかね、なんか自分を傷つけがちなんですね。まあゆっくり過ごしたかと思えば忙しくしてみたり、心が安定してない状況っていうのが入ってきていて、その先にある幸せっていうのはもう見えているんだけれども、もう一枚訪れる幸せ。そうですね、自分の心の声がね、真逆のことを言っていても、その自分の心の声がアドバイスをくれていても聞きたくないと。本当はね、どうしていけばいいのか自分で分かっているんだけれども、その思考で考えている女性として生まれてきたからには、こう女性で生きたい、男性に生まれてきたからには、その機能を果たしたいじゃないですけど、そこに結構重点がいってるんですね。ここからじゃあ幸せになる、訪れる幸せとしては、本当の愛に目覚めるということですよね。実はご結婚されていてもね、その方のことを本当に愛しているのかというところにいらっしゃる、一度は愛して結婚したけれども違っていたという方が多いのかなっていうふうに、こちらご覧になっている方ね、見ていらっしゃるのかなと思うんですけれども、本当の愛に目覚めていくための、開拓期といいますかね、自分を開拓する時期というか、愛の開拓というかね、開拓からの収穫というか、入籍されたりとか、ご結婚されたりとか、次のステージに行くための、次の方と例えば今悩んでる方、今一緒にいらっしゃって、お相手様にパートナーがいらっしゃる、家族がいらっしゃる方とでもですね、次のステージに行くために、もしくは新しく出会う方との次のステージでの本物の愛っていうことに気づくための今時期にいるそうです。ですので、この
今パートナー様いらっしゃるけれども、いらっしゃる方であっても、またね別な方、自分に合う方をすごくあなた様探していらっしゃると思うんですよね。そしてね、案外こうそれを自分自身というか、お相手にも常に満足することがないんですよね。それはなぜかというと、自分に満足してないからなんですよというメッセージですね。そう、自分のその心の声、自分の心の声を聞きたくないとまで入ってきているということは、実は本当の愛に目覚めて幸せになることに抵抗してらっしゃるというふうに今日は伝えてきてくれています。今までのこう恋愛だったり生き方によって自分を傷つけてきたことによって、何か全て丸ごと愛されている感覚っていうのを自分自身得られていないということなんですね。というふうにメッセージが来ていて、ですのでここから訪れる幸せな人生っていうのは、本当の愛に目覚めてパートナーシップを築いていくっていうところに今いらっしゃるそうです。すごいな。じゃあここからね、転換期というか、ちょっと転換期を見ながらお金、仕事、人間関係、恋愛で見ていきますね。まずラビットさんでお金から見ていきますね。あなた様もうね、稼ぐ術というかね、お金を、収入を得る術があるんですもんね。こうもう得ている、知恵がたくさんあるというふうに来ています。望んだらもっと入ってくるっていうのも分かっていらっしゃる、というところにいらっしゃるので、結構降り注いでいる感じがあるので、そんなにお金自体にはという、お金自体はあればね、あるだけいいっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、不自由っていうかね、今されてないかなっていう感じはありますね。望めばでも望むだけ入ってくるような方なので、知恵がねもうたくさん詰まっているので、本来のあなた様っていうのはもっともっと得ても、収入を得てもよろしいですしね。仕事、仕事の転機になるのは一冊の本だったりしますっていうふうに来てますね。今までねあまり読書されてない方でもオーディブルで聞いてみるのもいいかもしれないです。音源で聞くのもね、本読みたくない方であればいいと思うんですけども、何か本との出会いがあなた様の転機のきっかけとなるそうです。転職だったり次のお仕事のアドバイスだったり来るそうです。次、人間関係。なんか周りにねちょっと子供じみてるなって感じる人がいるかもしれないんですけども、その方を見て自分がしっかりしないとって思ってる部分を、逆にねなんだろう、ああやって生きたら楽だから自分もやってみようみたいな感覚を得た時があなた様の転機だそうです。そうすることで本当の愛に目覚めていくのもそうなんですけども、今までね外の世界を意識しすぎて武装しすぎていた、こうでなければいけない、こうされない、こうしないと褒められない、愛されないと思っていた自分を解放していくっていうところに、そこに変わるチャンスがあるというふうに伝えてきてくれてますね。恋愛、恋愛、これそうですね、恋愛も先ほども結構話してパートナーを常に探してるじゃないですけど、いつもやっぱ探しちゃうんですね、きっとね。村から村へ人から人へじゃないけど、その一つ終わると、もうそういう
こう三角関係複雑な恋愛とかねもうやめようと思っても、もう心が寂しかったり体が寂しくて、また探してしまうと、いう方が多いのかなと思うんですけども、違うよという方はね、もう私は本当一途なんですっていう方であれば、その村にとどまりすぎっていうのもあって、そのいつも変えている方であれば、特に本来の自分の愛に目覚めていく、自分を愛するということを意識してみてくださいというふうに来てるんですよね。宇宙さんからもご先祖様からもらう。時にね、あなた様こうパートナーがいない時期って一人だと感じる。多分家族やね、ご結婚されてる相手っていうのはもはやもしかしたら一緒に長くいらっしゃる方はもはや自分のパートナーと思ってないかもしれないんですけど、ご家族は別として、なんかいつでも一人を感じてしまっているあなた様のその心っていうのはね、実はあなた様があなた様を無視しているからなんですよというメッセージが来てるんですよね。その誰かに愛されている感覚がないと、自分の価値がないと思ってしまっているかもしれないんですけども、実は自分の愛に気づけていないだけなんですよっていうふうにね伝えてきてくれていて、その自分の愛はじゃあどうしたら、感じられるのかってなると、SNS よく見る方であればそこを遮断するとか、人と比べている自分って必ずあるんですね、社会で。そういう社会の教えを一旦遮断してみるっていうかね、そう自分自身にね謝っているんですよね。いつもその恋愛をするたびにとかね、実は自分の心に謝りたいと思っているとかね、そういうふうに入ってくるんですよね今日は。そしていつも愛が欲しいと思っている方が多いのかなと思いますね。誰かから愛する、ね、誰かとこう本物の愛を築いていく時っていうのはね、実は自分の愛がどれだけあるかで、パートナーシップって変わってきますということなんですよね。結構ね、その愛が欲しいって思ってると、欲しいような愛、なんて言うんだろうな、もっと下ろしてごめんなさい、水飲みます。途切れちゃった。欲しいと思っていると、欲しいような現実を見せてくれる方が現れます。ですのでまたこの人じゃないのかなって思う、そしてまた孤独を感じるというループにいらっしゃるんだそうです、恋愛は。お仕事とかね、その収入面では稼ぐお金が入ってくる豊かさを得る、力がすごくもうあるので、いいんですが、というところ、結構恋愛がね主になってるかなと思うんですけども、自分がねお相手からその愛をもらっていないと、どこかで自分の価値っていうのを相手に委ねているので、ずっとすっきりするような恋愛っていうのはできてないのかなっていうふうに入ってきています。そして自分がやっぱり苦しくなったりね、するんですけれども、環境のせいに
するのもご自分でね分かっていて、動けないと思っていらっしゃる方も多いのかなと思う。それももちろん選択なのでいいと思います。ご自分がね苦しくて、でも本来の愛をね見つめていく段階に、ここから幸運を引き寄せていく段階に入っていくので、おのずとね何か行動したくなったりしていくと思うんですけれども、自分がね暗闇にいるのって自分が選んでるので、結構暗闇からね遠ざかりたいっていうその心の軽さみたいな、生きづらさ、心を幸せの方向にも本来の心の奥からの幸せっていうのをね望んでいらっしゃるっていう選択肢のカードではあるんですよね。ですのでそこを目指していく状況になっていくのかな、幸運になっていく、幸せになっていくっていうのはそこなのかなっていうのが入ってきています。じゃあそれはいつ訪れますかということでね。あと2枚ください。4月にね動いてきたりとか、10月に何か決断することがあったりとかっていうのが時期的には、1月にね子供さんができたりとか授かったりとかもあるかもしれないですね。子供さん望んでなければその授かり婚とかじゃなくて普通に結ばれるっていうのもあります。その本来の愛をね、知るというプロセス、本来の愛を知るところに今入っていきますね。幸運期、好天気、幸運、収穫の時期に入りますっていう、今までねご苦労されたご苦労されてきたと思うんですよね。その愛が欲しくてご苦労されてたと思うんですよ。ただその愛っていうのは本来自分にあるんですよっていうところをね今回伝えてきてくれていて、自分を子供のようにあやすっていうか、自分、忙しくてね心の声を聞けないという方もいらっしゃると思うんですけども、そのこっからね叶えていくための夢とかどういうふうな夢の始まりなんだよな本当に。あなた様がねその夢の始まりというのが本当の意味での愛を知るとですね、知るっていうことは自分の本当の愛を知るっていうことなんですよね。自分って自分をどれだけ愛してるかっていうことでもあるんですよと、いろんな自分、いろんな色、いろんなこう、いろんな自分をね、ここから楽しんでいきましょうと、あなた様があなた様の心をね一番に知っていってあやせるというかね、自分の機嫌は自分で取ってくださいみたいなこうメッセージも来るので、相手関係ないく愛されている愛されていないもう関係ないみたいなところまで入ってきているので、相手に求めていることを全部自分で自分の内側に向かってやってみてくださいということでございます。そうすることでね転換期に大きな収穫を得るというふうにメッセージ来ています。じゃああなた様が叶える夢ってことでね2枚どうぞオラクルでもらっていきますね。
ご自分の愛に気づけていないとですね、パートナー様に対してもお相手様に対しても、急に冷めたりとかね、本当は愛されてないんじゃないかと思ったりとかね、自分自身の愛にこう満足し、自分自身を愛する気持ちが薄れていると、そういうふうになっていってしまうんですよね。で他者に、他人軸になるというかね、他者に愛を求めてしまうということをメッセージ来ているので、ここからあなた様がね必ず叶える夢ということで、1枚ください。先ほどのね、本来の愛を知るっていう、本当の愛を知るというところ、ご自分の愛を知るっていうところでもあるとお伝えしたと思うんですけども、自分のね心にお水をあげてくださいと。お水をあげることによってあなた様は、もっと輝いていけますよと。瞑想とかするとね、朝から今日一日本当いい一日が始まるなみたいな気持ちになっていくんですね。そうすると本当にいい一日だったりねするという、こう現実よりも思いの方がやはり先なので、今起きているね、その他の人から愛が欲しいと思ってたら愛が欲しいって思わせてくれるような人が現れちゃうっていうのもそういう感じなんですけども、必ず訪れる幸せ、夢、叶える夢、結構強固って強い強固な、パートナーシップっていう言葉が聞こえてきてるので、今まではきっとこう自分をさらけ出せてなかったんじゃないかなと思うんですよね。すごくこう自分自身を信頼できない分ですね、相手からも信頼されてなかったりとかしてその目に見えてはないと思うんですけど、その最終的にこう振り返っていくとですね、自分の心を深掘っていったりとか、今までの恋愛を深掘りして、別にそこまでしなくてもいいんですけども、深掘ってみるとですね、実は自分の愛が自分で自分のことを、感情を粗末にしていた言ってることっていうかね、自分のアドバイスを聞きたくないってまで来てるので、今までもねこうその人やめた方がいいよって自分で分かってるのに突き進んでいったりとかねしていたと思うんですよね。そういうのがなくなって、自分の心がね本当に晴れやかになって、私って守られてるな、私って愛されてるなっていうのを毎朝感じるようなねことが起こるそうです。そのことによってね、お仕事とかも人間関係とかもね円滑になっていくというふうに伝わってきているので、結構コミュニケーション能力とか自分ではあると思っていたけれども、ただ孤独が嫌だったっていう方もいらっしゃって、実はでも自分で自分の愛に気づいてね、自分を見てあげると、その人からどう思われているかっていうのは案外気にならなくなるよっていうのが一番大事なところだと伝えてきてくれていますね。あなた様にとってはね、その叶える夢っていうか、仕事でじゃあ職種的にって言ったら、ちょっとこのムーンオラクルで見ていこうかな。輝かしい世界がお好きなんですね。人前に立ったりするのもいいかもしれないですね。人前に立ったりする講師とかも向いてるのかな。なんかお話ししたりとかね。今までは自分のその才能を目隠し、
なんか先生になったりとかね、教えたりするのもいいみたいですね。もしくはそれもね、なんかお休みの日だけやってみて、後にもっと大きくしていくとかもいいと思うんですけども、自分のね可能性っていうのを自分で目隠ししているので、自分にね、自分の愛に気づいていくと、その仕事、介護職とかの方もいらっしゃると思うんですけども、そのケアマネとかね、ちょっとこう資格取ってみたりとかもね、いいようですね。なんか私にはできないっていう思いも、自分を愛することで、私ってこんなに才能あるみたいな、私ってできるじゃんいろいろっていうふうに思わせてくれるようなので、やっぱりね、自分自身の心にね向き合ってみるっていうのが、介護士さん、あとなんだろう、その針やる方とかね、例えばこう1年くらい勉強しても何かやりたいことがあるのであれば、向いてますよって来てますね。美容関係がねすごく向いてると思う感じのお綺麗な方なので、美容針とかもいいのかな、なんかそんな感じで入ってきますね。あと結構ね、こう自分で行動するのが好きなので、自分のその持っている能力を営業するっていうのもね、いいみたいですね。周りに人が集まってきますよっていうメッセージです。そっか、すごいな。なんか起業とかもいいんじゃないですかね。起業、何か自分でもう一本副業するとかも良さそうですよね。結構ね、恋愛色が強かったので、そこコーディネーターとも聞こえてくるし、はい、じゃあ開運アクション。やっぱりでも出るメッセージ結構一緒で、あなた様はこういろんな方がいる中でも自分だけ輝くっていうか、自分がね自分で輝いてると思えば輝いてるんですっていうことを伝えてきてくれていて、そうね、なんか自分の心をこう楽しむ、お相手関係なくね、自分の心を、楽しませてあげることをすること、あと動物に触れることとかね、植物に触れる、というのがあなた様の開運アクションですね。結構ね女性性が強めですので、女性性が男性性強めとも私が合うな。そう、なんか、グリーンっていうのが結構入ってきて、家にねなんか植物を置いたりとか、緑の色のものとか、緑のジュースとも入ってきましたけど、野菜、もう一枚ください。なんか開運アクション、開運するためにしてみるといいこと、動物と遊ぶっていうのが良さそう、遊ぶっていうのが良さそうだけどね。なんか昔一回こう例えば嫌な思いしたお友達とか嫌な上司とかいると思うんですけど、心の中でその方を許すというのもアクションだそうです。できればね、会える方であればなんか一旦そのわだかまりみたいな、そうあなた様はどんなあなた様でもよくて、どんな
自分でも愛されているっていうことに気づくためのアクションをすることが開運にもなりますというメッセージですね。そっかそっか、そうだよね、そういうのあるよね。まず自分をね一番に愛してくださいね。自分誰に嫌われてもいいんです。自分に愛されていればおのずと周りの人もあなたを愛する存在となってくれます。ということでございました。ここからね本来の愛、本来のパートナーシップを築いていくと、この2枚がねなんかもう入籍まで早いんじゃないかなっていうくらいね伝えてきてくれてるんですよね。願いがあるんであればねこういろいろ願っていいですし、それが叶っていきますので、特にね書いたりしなくても実際は願いって宇宙に放たれてるんですけれども、明確にしたい時はポジティブな時に願い事をねちょっともう一回改めて書いてみるのもいいかと思います。そのように伝えてきてくれてますね。はい、あなた様の仕事はあなた様を愛することですというメッセージでございました。はい、分かってるよっていう方はごめんなさい。でもそれがメッセージです。はい、でもちょっと心がねまだ乾いてるようなので、ここをねカピカピをたくさんお水を飲んで自分を愛してあげて、心の声をよく聞いてあげてください。はい、何か少しでもお役に立てればと思います。今日も皆さんにたくさんの愛と光が降り注いでおります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。ありがとうございました。花でした。